皆さんこんにちは、アンリです。今日は Google のジェミニノートブックとノートブック LM を連携させるだけで40個の定型プロンプトを AI が勝手に選んで実行してくれる、ほぼ誰も気づいていない裏技中の裏技を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。議事録を作るときはこのプロンプト、メールを書くときはこっち、企画書は長文プロンプト、毎日10個以上のプロンプトを使い分けてコピペと貼り直しで1日30分から1時間を溶かしている方は本当に多いと思います。今日ご紹介する仕組みを使えば、ファイルを一つ添付してボタンを押すだけで AI がこれは議事録ですねって勝手に判断して最適なプロンプトを自動で選んで実行してくれます。プロンプトを1文字も書かずに完成品が返ってきます。これは大げさではなく、ジェミニ本来のジェムと呼ばれる仕組みを完全に超えた使い方です。今日お伝えするポイントは大きく5つです。1つ目、なぜ今プロンプト集の使い分けが必要なのか、定型プロンプトの非効率という前提。2つ目、私アンリが現場で実際に使っている40個の定型プロンプト集アンリスキルの中身と作り方。3つ目、ジェミニノートブック×ノートブック LM 連携の実演として議事録、アジェンダ、メールという3つの自動判別の流れ。4つ目、なぜ40個もの大量プロンプトを混乱なく扱えるのか、RRG という裏側の仕組み。5つ目、絶対にやってはいけない設定ミス、メモリー機能のオンオフ注意点、そしてチャット GPT やクロードでも同じ考え方が応用できるという業界共通の真実です。ではまずパート1、なぜ今プロンプト集の使い分けが必要なのかです。 AI を業務で使っている方であれば誰でも一度は経験があると思います。議事録を作りたい時にまずメモアプリから自分が育てた議事録用プロンプトをコピペ、ジェミニの入力欄に貼り付けファイルを添付して送信する。次にアジェンダを作りたいから別のプロンプトをコピペ、さらにメール文面を作りたいからまた別のプロンプトをコピペ。一つの会議の後始末をするだけでプロンプトの張り替え作業が3回から5回発生します。これが毎日続くと1日30分、1ヶ月で15時間、年間で180時間以上がただのコピペ作業に消えています。ジェミニにはこの問題を解決する目的で JEM と呼ばれるカスタム GPT のようなテンプレート機能が用意されていますが、 JEM も結局一つの目的につき一つの JEM、 つまり議事録 JEM、 アジェンダ JEM、 メール JEM と用途ごとに JEM を切り替える必要があります。一つのチャットの中で複数の JEM を使い分けることは原則できません。これが JEM の限界です。それではパート2、私アンリが現場で実際に使っている40個の定型プロンプト集、その名もアンリスキルの中身をご紹介します。アンリスキルというのは、私が日々の業務で繰り返し使うプロンプトを Google ドキュメント1枚ごとに1つずつ保存していった、いわば個人専用のプロンプトライブラリーです。例えば議事録作成プロンプト、次回会議アジェンダ作成、社内周知メール、社外向けメール返信、英文メール作成、求人票作成、スカウト文面作成、申請書フォーマット、報告書テンプレート、教育資料コッシー、トレーニングアンケート、商品紹介文、SNS 投稿用文章、ブログ記事の冒頭フック、競合調査の要約フォーマット、Excel 関数の説明、コードレビューチェックリスト、企画書ドラフト、見積もり依頼文、事業書ドラフトといった具合に業務領域横断で40種類のドキュメントを揃えています。一つあたり300文字から800文字のしっかりとしたプロンプトで、それぞれ役割、ゴール、制約事項、入力データ、出力形式という5要素の構造を持たせています。重要なのはこれら40個のドキュメントを特定の Google ドライブの一つのフォルダに整理しておくことです。それではパート3、3つの実演を順番に見ていきます。準備としてジェミニの新機能ノートブックを一つ作り、その中のソースに先ほどの40個のドキュメントを全部添付します。これだけで準備完了です。一つ目の実演は
議事録の自動生成です。 Google Meet で会議を録画すると自動で文字起こしのドキュメントが生成されますが、これがそのままでは社内の議事録フォーマットに合っていません。これまでなら議事録プロンプトをコピペしてから文字起こしファイルを添付し送信という手順でした。アンリスキルの仕組みを使うと、ノートブックを開いて文字起こしファイルを添付し、何の指示も書かずに送信ボタンを押すだけ。 AI はこれは会議の文字起こしですね判断し、40個の中から議事録作成プロンプトを自動で選び、絵文字付きの整った議事録を生成して返してきます。プロンプトを1文字も入力していないのに完成品が出るんです。2つ目の実演はアジェンダの自動生成です。議事録ができたら次の会議のアジェンダを作りたい場面があります。同じノートブックの同じチャットの中でただアジェンダと1単語だけ打って送信すると、40個の中からアジェンダ作成プロンプトが選ばれ、先ほどの議事録を入力データとして次回の会議アジェンダドラフトが生成されます。一つのチャットの中で議事録とアジェンダという2種類の作業が別々のプロンプトでスムーズに切り替わります。これがジェムでは絶対にできない動きです。3つ目の実演はメール作成です。同じチャットでメールと1単語で送信します。ここで興味深いのは、私のアンリスキルには社内周知メール、社外向け返信メール、英文メール、ミーティング後フォローアップメールなどメール系プロンプトが複数あることです。 AI はメールというだけだとどれを使えばいいか分かりません。社内周知でしょうか、それとも英文返信でしょうかと逆質問してきます。私が社内周知と答えると、社内周知メール用プロンプトを選び、議事録の内容を踏まえた社内告知文を生成してくれます。 AI が自分で判断できない時に人間に確認してくる、この丁寧さもポイントです。それではパート4、なぜ40個もの大量プロンプトを混乱なく扱えるのか、その裏側の仕組みをご説明します。通常ジェミニーのファイル添付は10個までしかできません。これはジェミニが一度に処理できるコンテキスト、つまり情報の上限が決まっているためです。10個以上を添付すると AI がどれを処理すればいいのか混乱して回答の精度が落ちます。ところがジェミニーのノートブックは裏側でノートブック LM という別サービスと連動しています。ノートブック LM には RGA Retrieval Augmented Generation という仕組みが組み込まれていて、これがゲームチェンジャーです。RAG は大量のソースファイルを作品化、つまりインデックス化し、ユーザーの質問内容に応じて関連するファイルだけを瞬時に検索して取り出し AI に渡す仕組みです。図書館で例えると、40冊の本がある本棚から司書さんが議事録について調べたいと言われた瞬間に議事録の本だけをさっと取り出して AI に渡すというイメージです。 AI 本体は1冊だけを読めばよいので混乱せず精度も維持できます。これがノートブックなら40個でも300個でも添付できる本当の理由です。それではパート5、絶対に押さえておきたい注意点、メモリー機能のオンオフをお話しします。ジェミニのノートブックにはメモリー機能というデフォルトでオンになっている設定があります。これは過去のやり取りを記憶して次の質問にも反映するという本来は便利な機能です。しかしプロンプト集として使う今回のような使い方ではこれが致命的な裏目に出ます。例えば A 社の会議議事録を作った後、同じノートブックで B 社の議事録を作ろうとすると AI が前に A 社の担当者の名前を出していたからこれ B 社の議事録にも書いておこうかなと勝手に A 社の情報を B 社の議事録に混入させる可能性があります。これは秘密保持の観点で大事故になりかねません。対策はシンプルで、ノートブック右上の3点メニューから設定を開き、メモリーを使用をオフにするだけです。これだけで過去履歴は一切参照されず、純粋に40個のプロンプトを呼び出す機能だけが残ります。プロンプト収容ノートブックは必ずメモリーオフで作成してください。
ここで追加でお伝えしたいのが応用編です。アンリスキルの考え方はジェミニだけのものではありません。チャット GPT でもアンソロピックのクロードでもそれぞれ似た仕組みで実現可能です。チャット GPT の場合、プロジェクトという機能の中にカスタムインストラクションとファイルを設定すればほぼ同じ動作が再現できます。クロードの場合、プロジェクトの知識ベースに40個のプロンプトドキュメントを添付し、システムプロンプトに最適なプロンプトを自動選択と指示すれば、同じ自動判別動作を実現できます。さらに Google ワークスペース、つまり会社のビジネスアカウントを使われている方は、現時点ではジェミニのノートブック機能がまだ来ていない場合もあります。その場合はノートブック LM で同じプロンプト集ノートブックを作り、ジェムでカスタム指示にノートブック LM のリンクと自動判別の指示を入れるというやり方で同じ効果を得られます。お使いの環境がどれであっても今日から実践できる仕組みです。それでは最後に視聴者の皆さんへのアクションを3つご提案します。1つ目、今ご自身がよく使っているプロンプトを3個でいいので Google ドキュメントに1枚1個ずつ保存してみてください。例えば日報作成、会議議事録、メール返信の3つから始めるのがおすすめです。これだけであなた専用のミニスキル集が動き始めます。2つ目、ジェミニのノートブック機能もしくはチャット GPT のプロジェクト、クロードのプロジェクトのいずれかで新しいノートブックまたはプロジェクトを作り、メモリーをオフにした上で先ほどの3個のドキュメントをソースに添付してください。カスタム指示にはソースは私の定型プロンプト集です。ファイル添付やキーワードから最適なプロンプトを自動で選択して実行してください。不明な場合は質問してくださいと入れておきます。これだけで明日からあなたの AI は自分で考えて最適手段を選ぶアシスタントに進化します。3つ目、慣れてきたら月に1個ずつドキュメントを追加していってください。半年で40個、1年で80個に成長します。プロンプトは書けば書くほどあなただけの仕事の型として資産化されます。今日のまとめです。アンリスキル40個とジェミニノートブック×ノートブック LM の連携でファイル添付1つだけもしくは1単語だけで AI が自動的に最適プロンプトを選んで実行してくれる時代が到来しました。ジェムの1機能1ジェム縛りを超えて一つのチャットで議事録、アジェンダ、メールという複数の作業が滑らかにつながります。ラーグという技術の力で40個でも300個でもプロンプトを保存でき、メモリオフを忘れなければ安全に運用できます。チャット GPT のプロジェクト、クロードのプロジェクト、Google ワークスペースのジェムプラスノートブック LM でも同じ考え方が使えるので、お使いの AI サービスがどれであっても今日から実践可能です。プロンプトを1文字も書かずに完成品が返ってくる、そんな未来はもう手の届くところまで来ています。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。